こんにちは、池地です。今日は今使っている自作キーボードを紹介するためにこの動画を撮っています。このキーボードは名前をダブルキーボードと呼んでいます。特徴はトラックボールが左右両方についていることです。このキーボードは今年1月に作りまして、それから半年以上メインのキーボードとして作業に使っています。ではもっと詳しく紹介したいと思います。まず、このキーボードの特徴であるトラックボールです。私は左側をスクロール用、右側をカーソル割り当て用にカーソルを移動するように割り当てています。クリックはキーに割り当てていて、こういう風にコンビネーションを押すと、これが左、こちらが右ボタン、こっちが中クリックっていう風に割り当てています。これを実現するためにキーボードの内部にセンサーを内蔵してあります。ここですね。このセンサーは ADNS5050 というのをつけています。ADNS5050 は、だいたい1個1ドル程度で入手できて、手軽に使えるということで使っています。このボール自体はですね、既存のトラックボールと同じサイズになるように設計して、既存のトラックボールから借りたボールを使っています。次にキーボード本体です。このキーボードはいわゆるレッツスプリットと呼ばれるタイプのキーボードになっています。片手が4行で6列、それが両手分に分割されてついています。よいしょ。キーは、ゲーテロンの茶軸が付けてあって、それに、DSA のキーキャップが付いています。キー配列なんですけど、キー配列はクオティをベースにしていますが、いくつかカスタマイズをしています。これが A キーで、この A の左のキーなんですけど、これはコントロールとエスケープを兼ねるように作ってあります。まず、このキーを押しながら、例えばこう押すと、これは C なんですけど、コントロール C が入力されるようになっています。で、このキーを単体でこうポンって押すと、エスケープが入力されるようになっています。このキー以外にも、例えばこのキーはレイヤー切り替えキーなんですけど、これを押しながらこの辺を押すと数字が入力されますが、このキーを単体で押すとエンターが入力されます。他にも、例えばこれはスペースキーなんですけど、この2つですね。この2つはスペースキーなんですけど、こう押すとスペースが入力されて、これを押しながら、これを他のキーを押すと、今の場合はコントロール H が入力されます。コントロールじゃないですね。シフト H が入力されます。だから大文字の H が入力されます。で、次に最後にケースですね。このケースは、私が OpenJSCAD という CAD を使って設計して、3D プリンターで印刷して作りました。最初はこう角張った感じじゃなくて、丸い感じの形状にしようと思ったんですけど、うまくいい感じに設計ができなかったので、角張った形で設計して、こういう形になりました。で、私は普段、手をこう、机の上に置いたときに、自然に置くとこうなっていて、こうではない、こういう感じになるんですね。なので、キーボードがこう平らよりは、ちょっと内側に手が向いた形の方が、手が自然な感じになるので、腕が自然な感じになるので、このキーボードも、こう横から見ると、ちょっと、チルトして、内側に角度をつけた形にしてあります。最後に、いくつか改善の余地があると私が思っているところを説明します。改善点のほとんどは、今回初めて挑戦したトラックボール周りの部分です。で、一つ目の問題点は、センサーの位置です。ここにセンサーがあるんですけど、このセンサーは、センサーは移動を認識するんですけど、センサーから垂直な軸に対する回転は認識されません。で、例えばこのセンサーは、マウスにも使われるんですけど、マウスに使った場合を考えてみれば、マウスをこう動かすのは認識されるんですけど、マウスをその場でこう回転するような動きはこのセンサーは認識されません。で、このセンサーの場合は、今ここにセンサーがあるので、こういう向きに垂直な軸が、垂直な軸がこう来ているので、この軸に沿ってこう回すような
動きは認識されないです。で、今、このキーボードに手を置いて、自然な形で指を当てるとこの辺に当たるんですね。で、この当てた位置で、こちら方向に回してしまうと、まさにその軸に沿った回転になってしまうので、センサーに認識されなくなってしまいます。で、一番認識されるようにはこの辺に指を置くと一番よく認識されるんですけど、これはちょっと遠くなので使い勝手が良くないです。多分設計をするときにキーに手を置いて、ボールに指を当てて、この当てた位置の反対側にセンサーを設置すると一番良い結果になったんじゃないかなと思っています。二つ目の改善点は、このボールを入れる穴がちょっと浅かったのかなと思っています。で、キーボードを持ち上げて、斜めにして、裏を見ようと思って斜めにしたりすると、ボールが落ちてしまうので、もうちょっと穴を深くして、ボールが簡単に落ちないようにしたら、もうちょっと便利かなと思います。で、このセンサーを、この指を当てたところの後ろ側、この辺につけて、かつ、もうちょっと穴を深くしようとすると、もっとキーボードの厚みが大きくなってしまうので、もうちょっと全体のデザインをうまくする必要があるかなと思っています。その他の細かい問題点なんですけど、横から見ると、キーのここに隙間があるんですね。で、例えばキーボードのケーブルが、ここに挟まってしまって、キーが押せないっていうことになることが発生しています。で、このキーボードの場合ですと、こちらの面が結構薄めになっているので、より簡単にケーブルが挟まってしまうみたいなことが起こるので、ちょっと困っています。で、多分横にガードになるような部分をつけたりとかすれば良かったかなと思います。いかがだったでしょうか？説明は以上です。こういう動画を作るのは今回が初めてなんですけど、うまく伝わりますかね？質問などあればコメント欄にお願いします。面白かった場合はグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。